こんにちは。ぽっちゃり体型のファッションエディター高橋かな子です。今日はグレーを軸にした配色12パターンを着てみようと思います。黒ほど強くなくて白ほど膨張しないグレーって実は一番扱いやすい色なんです。でも合わせ方を間違えると急に部屋着感が出てしまったり地味に見えてしまう色です。今日はそこを避けながら垢抜けて40代以上が取り入れやすい組み合わせを実際に着て比べていきたいと思います。今後はこのグレー以外に黒をベースにしたりブラウンをベースにしたりグレージュをベースにした配色も紹介していきたいと思うので、配色をどうしようって悩んだ時のヒントに活用いただけると嬉しいなと思っています。まずはグレーのワントーンです。私はグレーの中でも濃いめのチャコールグレーが好きなので、グレー一色でまとめてもそんなにぼやけにくくってよくやる組み合わせです。小物は黒で合わせることが多いです。コートを着るとこんな感じです。コートまで全てワントーンでまとめてシックに見えるのが気に入っています。全部を同じ色にするときはこのニットのように編み地が目立つなど表情があるものを選ぶとのっぺりしにくくてうまくいくと感じています。素材にズームアップします。ケーブル編みのニットにウールのコート、そしてサラッとした素材のパンツで表情を変えるようにしています。次も全身チャコールグレーでジャケットとパンツのセットアップのような感じで着たスタイルです。インナーに着ているカットソーも肩にかけたニットもチャコールグレーで全て同じような色でまとめています。私が買い物をするときに色味の統一にこだわっているのはこういう時にコーディネートが簡単に決まるからです。ニットをくるりと巻いても表情が出てのっぺりしにくくなるポイントになっています。シルバーのアクセサリーをつけてメリハリをつけるのも気に入っています。次はチャコールグレーとライトグレーの濃淡のある組み合わせです。濃淡差があると立体感が出るのでシンプルなコーディネートにしても地味にならずにコーディネートが決まりやすくなります。バッグは黒にしてもいいんですが、こうやって少し違う色味を入れると一気にスタイリッシュな雰囲気になってこなり感が出やすくなります。このコーディネートにジャケットを羽織ってみました。ニット、ジャケット、パンツとだんだんグレーの色合いが濃くなっていくグラデーションコーディネートです。落ち着いていて知的な雰囲気になるので個人的にも好きな配色です。このグラデーションを組み立てるときは顔周りを明るくして下に向かって少しずつ濃くしていくと全身バランスもすっきり見えると感じています。人の視線は自然と明るい色の方に集まるのでトップスを明るいグレーにすることでバランスアップして見えるんです。ボトムをチャコールグレーの濃い色にすると重心が下がって全体が安定して見えます。今度は明るめのライトグレーのニットとスウェットパンツを合わせた組み合わせです。淡いグレーのワントーンコーディネートは好きなんですけども、ぽっちゃり体型ゆえ膨張して見えやすいので上からチャコールグレーのジャケットを羽織ってメリハリを加えました。またライトグレーのスウェットはスウェットの中でもラフに見えやすい色なのでこのジャケットがあることで大人もカジュアルになりすぎずに着ることができます。なお私はブルベなので青みのあるグレーを選んでいますが、イエベの方は黄みのあるグレーを選ばれるとより顔写りが良くなるかなと思います。次はグレーをブラウンと合わせる配色です。ブラウンは今年のトレンドカラーでもありますし、秋冬には特にぴったりな色味なので、グレーを一気に今っぽくおしゃれに見せてくれる配色です。これは上下チャコールグレーの組み合わせにダークブラウンのブルゾンを羽織りました。グレー×ダークブラウンならシックな雰囲気が漂います。ただどちらも深みのある重い色なのでちょっと軽やかさが欲しいなと思って足元には白を使ったスニーカーを入れることにしました。次はグレーはパンツだけにしてニットとコートをブラウンにしました。グレーは無彩色です。色味を持たないので温度が低くって知的で落ち着いた印象を作ります。ハンサムやクールな印象もあると思います。それに対してブラウンは有彩色です。赤や黄色を含むので温度感があって大人っぽさや柔らかさがあります。なのでブラウンの分量が増えるとグレーのクールな冷たい印象が中和されて柔らかく大人っぽい印象に仕上がると思います。とはいえチャコールグレーとダークブラウンの組み合わせはかっこよくハンサムに見えがちな組み合わせではあるので、もし優しいフェミニンな雰囲気が好きな方はスカートを取り入れると華やかさも加わっていいバランスに仕上がると思います。グレーのジャケパンやスーツを着られる方はインナーをブラウンにするというアプローチもおすすめしたいです。落ち着いた色の組み合わせだからこそトレンド感のあるブラウンをインナーに取り入れてもオフィスに合う
きっちりとした印象はキープできますし、ちゃんと洒落た雰囲気に仕上げることができるからです。こういうきちんと感のあるコーディネートでシルエットもスッキリしている場合は、深みのあるグレーとブラウンの色同士の組み合わせでもそんなに重く見えなかったので、小物は黒のレザーのバッグと靴にして端正な雰囲気にまとめました。肩にライトグレーのニットをかけると顔周りも明るく見えますし、コーディネートに奥行きが出て、綺麗色を取り入れたような派手さは全くないんですけども、でも確実に分かっている感が出るおしゃれなスタイルに仕上がります。次は失敗しにくい黄銅の配色グレー×ブラックです。私の持っているグレーはチャコールグレーが多いので、黒を合わせると自然なグラデーションになって、チャコールグレーや黒のワントーンスタイルのように自然とまとまりのあるコーディネートが完成します。どちらも重みのある色なので、ダウンやスニーカーなどスポーティーなアイテムを加えて軽やかに仕上げることを意識しました。次はライトグレーに黒を合わせました。もうこの配色だけで明るさとコントラストがしっかりとあるので、レイヤードせずにシンプルなニットとワイドパンツだけのワンツーコーディネートでも地味に見えにくいのがこの配色のメリットです。また私のように体型を気にされている方がいらっしゃったら、こんな風にコントラストのある配色かつトップスがコンパクトでボトムの方にボリュームがある1対2ぐらいのバランスで仕上げると体型もすっきり見えやすいです。小物はグレージュやベージュなどの馴染むような色にしてもいいかと思うんですけども、コントラストのあるかっこいい配色を生かすには小物も黒でまとめるのが一番すっきりするかなと思います。カジュアル感のあるアイテムを着るときもコントラストの強いグレー×黒の配色が有効です。フーディーもスウェットパンツもリラックス感のあるアイテムなので、淡い色のワントーンでまとめてしまうと印象がぼやけて、ともすれば部屋着っぽく見えてしまうことがあるんですね。なのでこういったシャープな黒を取り入れて、かつコントラストのある配色にすることでキリッと感を加えてくれます。キャップとスニーカーはパンツと同じライトグレーにして、カジュアルな服だからこそ色数をなるべく厳選して大人っぽく見えるように意識しました。次はグレー×オートミールの個人的に大好きな配色です。オートミールは白をたっぷりと含んだベージュやグレージュのような優しい色味のことです。ライトグレー×オートミールのような淡いトーン同士でまとめた組み合わせは個人的には大好物なんですけども、ぼやけた印象になりやすいので、ライトグレーじゃなくってチャコールグレーと合わせる組み合わせが簡単だと思います。ジャケットと同じ色のキャップを加えてカジュアル感を加えていますが、もう少しきちんと見せたい方はもちろんキャップなしでも大丈夫です。色自体がエレガントな組み合わせなので、仕事のシーンなどにも重宝する配色だと思います。チャコールグレーのパンツ、ミドルグレーのコート、そしてオートミールのフーディーを合わせました。オートミール色のトップスで持っているのがフーディーだったので、カジュアル感のあるコーディネートになったんですけども、ニットだったらきちんとした印象にも仕上がると思います。同じコートスタイルでも左のグレーの分量が多いコーディネートだとよりクールな印象になって、右のオートミールの方の分量が多いとエレガントな雰囲気になります。次はグレー×カーキの配色です。どちらもメンズライクで辛口な色なので、もし女性らしいスタイルが好きな方はスカートなどフェミニンなアイテムを取り入れるのがおすすめです。私はかっこいいスタイルが好きなので、クルーネックのニットとカーキのパンツでとことんマニッシュに仕上げました。カーキはチャコールグレーだけでなく明るいライトグレーにもマッチします。カーキの色味自体にはカジュアル感があるので、グレーのスウェットパンツにも難なくマッチしてくれます。またカーキには色の落ち着きや深みもあるので、部屋着に見えがちなグレーのスウェットパンツを格上げしてくれる効果もあります。私はグリーンの洋服をあまり持っていなかったので実践はしませんでしたが、グレーに深いグリーンを合わせるとトラットで上品さもある配色になりますし、明るいミントグリーンを合わせると元気でフレッシュな雰囲気に仕上がります。なのでグレーとグリーン系は意外と相性がいいので、いろんな色味で楽しめる組み合わせです。次はグレー×ホワイトです。グレーは濁りのある色味だと思うんですけども、そこに真っ白を入れると一気に明るくなってクリアな清潔感が生まれます。真っ白を顔周りに持ってくると顔が明るく見えるので個人的には好きです。白とグレーは例えば制服にあったりリクルートスーツにあったりするような真面目な感じのする配色ではあるので、もしもう少しこなれ感を加えたいよっていう場合には、例えば肩にニットをかけるなどをして奥行きを作るのがおすすめです。他にもハーフジップトップの下にシャツを加えたり、その下にまたカットソーを加えたりして平面的にならない工夫をしています。
同じチャコールグレー×ホワイトの組み合わせでも、ボトムに白が来るとまた印象が変わって見えると思います。白パンツって好印象とか好感度っていうイメージのあるアイテムだと思うんですけども、クールなグレーの色味に爽やかさを加えてくれて雰囲気よく仕上げてくれます。靴は黒にしたんですけど、バッグまで黒にしてしまうとグレー×白だと少しかっちり見えすぎてしまいそうかなと思ったので、ベージュやグレージュなどのニュアンスカラーを加えたくなってこの色を選びました。もちろんグレーのバッグも相性いいと思います。ここからはグレー×綺麗色の組み合わせになっていきます。最初はグレー×ライトピンク。淡いピンクって無条件に好きというか、とにかく心が惹かれてしまう色なんですね。でも白を合わせれば甘くなりすぎてしまうし、黒を合わせるとコントラストが強すぎてピンクの良さがなくなってしまう。そんな時にグレーがちょうどいいんです。この場合は明るいライトピンクに対して明るさが同じライトグレーを合わせるとちぐはぐ感が出ずにうまくまとまります。肩にかけていたスウェットを腰に巻いてみました。綺麗色が顔周りにはなくって下半身にだけあるので、ピンクや綺麗な色を取り入れてみたいけど少し恥ずかしいっていう方はボトムから取り入れてみるのがおすすめです。コーディネートのベースをグレーにして、その中にトップスで少しだけピンクを取り入れるっていうアプローチもやりやすい方法です。ベーシックな色だけでまとめた時よりも一気に華やかな雰囲気になりますし、顔周りも元気に明るい印象になります。私が持っているピンクのアイテムがカジュアルなものばかりっていうのはありますが、例えばピンクのブラウスにライトグレーのパンツなど綺麗めなコーディネートに仕上げることもできるので、これから近づいてくる春に向けて特におすすめしたい配色です。今回紹介する配色の中で意外だけど実はおしゃれに見えると思っているのがこのグレー×パープルの組み合わせです。このコーディネートでは少しわかりづらいかもしれませんが、グレー×パープルってすごく高貴なイメージのある色なんですね。例えばロイヤルの方も着ているようなイメージのある色です。パープルのブラウスやパープルのニットにグレーのボトムを合わせる、これだけで上質でリッチな雰囲気が漂います。なのでこういう風にカジュアルに仕上げたとしてもラフになりすぎずに品の良さと垢抜けた印象を叶えてくれます。次はどちらもクールな印象があるので合わせやすくって相性の良いグレーとライトブルーです。いろんな配色を考えている時にこの2色は無限でコーディネートが組めそうだなと思った色です。ライトグレーのパンツと同じトーンのライトブルーのトップスを合わせました。そこにチャコールグレーのジャケットを羽織ってメリハリをプラスしました。この淡めな配色でカジュアルなアイテムを使うとボーイッシュな雰囲気も漂うので、このチャコールグレーのジャケットがいい効果を発揮してくれていると思います。淡いブルーデニムをライトブルーの代わりに活用するのもおすすめです。グレーをチャコールグレーに変えたり、ライトブルーをきちんと感のあるシャツなどのアイテムに変えると、この配色でもきちんと感のあるコーディネートも作ることができます。無機質なチャコールグレーにクールなライトブルーなので、もし仕事のシーンでかっちりと仕上げたい日じゃなければ、例えばざっくりとしたニットを肩にかけたり、インナーにタートルネックのカットソーを入れたりと、少しカジュアル感のある要素を加えてあげると、こなれ感のあるコーディネートに仕上がると思います。ライトブルーは小さな面積で少し投入するだけでも効果絶大です。物静かで落ち着いた印象のチャコールグレーの上下の下にライトブルーをシャツで袖口や裾、そして襟元から少しだけ覗かせます。これだけでコーディネートが一気に爽やかになりますし、明るい印象もプラスされます。だんだん終わりが近づいてきました。10色目はグレー×バーガンディです。バーガンディは大人の上品な色気の漂う色なので、グレーを華やかに女らしく仕上げてくれる色だと思います。バーガンディは落ち着きと深みのある色なので、綺麗色の中では大人が取り入れやすい色の一つです。なので、もしいつもと違う色をグレーと合わせてみたいと思っている方がいらっしゃったら、ぜひこのバーガンディから始めてみるのをお勧めします。バーガンディはこの秋冬のトレンドカラーではありますが、定期的に人気が回ってくる色なので、今年だけじゃなくて、これからも継続して長く使える色だと思っています。次はグレー×クリームイエロー、カスタードクリームのような明るい黄色のことです。この色はフレッシュで元気な印象がある色なので、落ち着きのあるグレーを
若々しく元気に見せてくれる色です。いわゆる色鉛筆のような黄色だったら、普段のコーディネートに取り入れるのは少しハードルがありますが、こんな風に明るいクリームイエローだったら、ベージュのような気分で着られるので、大人も日常に活用させやすい色です。ベージュと同じような気分で着られるのに、ベージュよりも明るくってハッピーな雰囲気に仕上げてくれる便利な色です。クリームイエローのニットやシャツにグレーのボトムを合わせたり、グレーのトップスにクリームイエローのスカートやパンツを合わせると綺麗めな印象に仕上げることもできます。最後はグレー×赤です。存在感のある赤の受け止め役としてベストな色はグレーだと思っています。例えば赤と黒を合わせるとどちらも存在感のある色なのでコントラストが強くなりすぎてしまってモードでかっこよくて大胆な雰囲気には仕上がるんですけどもコーディネートが少し上級なように感じます。一方白を合わせると紅白のような雰囲気になってしまうのでなかなかシーンを選んでしまうことが多いと思います。そんな時に中間色のグレーが大胆な赤を品よく優しく受け止めてくれると思います。グレーと赤の組み合わせはスタイリッシュな雰囲気に見えます。赤はインパクトがあるのでストールなど小さな面積で取り入れるだけでも大きな効果を発揮してくれるので初めて赤をトライするという方にはぜひおすすめのアプローチです。グレーのワントーンコーデに赤のニットを肩掛けするだけでもいいですし、パッと見はグレーのコーディネートに見えるのに実は座ったらソックスのところに赤がさりげなくちらっと覗いていたというような取り入れ方もとてもおしゃれていて素敵だなと思います。赤はエネルギーがあって着ると元気をもらえる色なのでもし小さい面積だけじゃなくって洋服でもトライしたいよっていう方にもこのグレー×赤はおすすめの配色になります。赤に合わせるグレーはライトグレーよりもチャコールグレーの方がおすすめです。ライトグレーは色が明るくってソフトなので存在感の強い赤に負けてしまうような気がしました。なのでライトグレーをコーディネートに取り入れてもいいんですけどもその時は必ずどこかにチャコールグレーも一緒に取り入れてあげるとバランスよく決まりやすいと思います。赤のフレアスカートは個人的に大好きなアイテムなんですけどもコーディネートによっては派手に見えすぎてしまうのが心配なところです。ですがマットな素材感の落ち着いた色味のグレーを合わせると上品な雰囲気を醸し出してくれるので40代の私も着やすいコーディネートになるなと思いました。ニットはケーブル編みでジャケットもシャギー感のある素材のものにしたので少しほっこり見えるなと思ってシルバーのネックレスを加えました。グレーの12パターンの配色実例いかがでしたか？概要欄にそれぞれの配色に飛べるチャプターをつけておくのでコーディネートに迷ったらお好きな配色をクリックして参考にしていただけたら嬉しいです。グレーは主役にも脇役にもなれる色です。綺麗色の受け止め役にもぴったりなのでこの華やかな色を何色と合わせようと思ったらまずグレーからトライしてみるのがおすすめです。グレーのコーディネートに大事なのは濃淡の差や素材感の違い、色の面積のバランスです。どの配色が一番好きでしたか？コメント欄でぜひ教えてください。では今日も最後まで見てくださってありがとうございました。